こんにちは、ジパング55のタカです。今私はハンガリーのブダペストからウィーンまで列車で向かっています。今回は番外編としてオーストリアのウィーンをご紹介します。ヨーロッパの歴史、美術、音楽において常に中心の国だったオーストリア。そんな魅力的なオーストリアの首都をたっぷりご紹介します。今回は5つに区分してご紹介します。ウィーンの概要と乗り物の乗り方、おすすめ観光スポット、レストラン、お土産、宿泊したホテルです。動画が長いので、概要欄の目次からご自身が必要な部分まで飛ばしてご視聴ください。普段このチャンネルは、日本を中心に各地の観光スポット、ホテルをご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。まずはウィーンの概要と乗り物の乗り方をご紹介します。オーストリアは人口908万人、面積は約 8.4 万平方キロメートルで北海道とほぼ同じです。主な言語はドイツ語ですが、首都ウィーンでは英語がどこでも通じました。治安も比較的安定しており、一人旅でも安心できる国だと思います。近隣にはスロベニア、ハンガリー、スロベキア、チェコ、ドイツ、スイス、イタリアがあります。日本からも飛行機の直行便があり、飛行時間は14時間程度です。今回は先にブダペストに訪れていたので、ブダペストからウィーンまでは2時間30分程度です。ウィーン国際空港からは快速電車、普通電車、バス、タクシーなどで市内に向かえます。快速電車は片道11ユーロ、16分ほどで市内へ向かえます。荷物スペースもあり、絶対に座れ、かなり早いので便利ですね。普通電車は1人4ユーロで30分ほどですが、荷物置き場がないです。混雑している場合はずっと立ちっぱなしなので、注意が必要ですね。リムジンバスは向かう駅が違うので、自分の目的地に近い場所を選ぶことができます。値段は1人一律8ユーロです。タクシーは30ユーロ前後で市内に向かうことができます。他の移動方法に比べるとかなり高いですが、目的地まで移動できるのは楽でいいですね。目的に合わせて移動手段を選んでみてください。ウィーンの主な交通手段はトラム、地下鉄、電車、バスです。ご紹介してきた国々同様、1回券と時間制の乗り放題券があります。駅にある券売機で必要なチケットを購入できます。時間は24時間、48時間、72時間、1週間券とあり、1枚でトラム、地下鉄、電車、バスに乗ることができます。1枚でどの交通機関にも乗れるのは便利ですね。券売機は各言語を選べ、日本語も選べました。電車内にも路線図があるので、分かりやすいと思います。車内も広々していて綺麗なので、乗りやすかったです。降りる際は、停車中にボタンを押さないと開かないので注意してください。トラムは同じ乗り場に違う路線のトラムが来ることもあるので、行き先が正しいか確認しましょう。私は何度か間違えてしまい、その点はブダペストやプラハが分かりやすかったですね。私はブダペストから特急列車で移動しました。空席があれば、当日でもチケットを購入できます。券売機で駅名を入力し、人数と乗車日を選べば購入できます。鉄道で向かう場合は主に2種類あり、ÖBB とレギオジェットの2種類があります。ÖBB はオーストリア連邦鉄道の略称で、オーストリアの鉄道会社です。レギオジェットはチェコに拠点を置く民間のバス、鉄道会社です。時間帯によっては ÖBB しかない場合もありますが、基本レギオジェットの方が値段も安いです。場合によっては20ユーロから30ユーロも安いので、値段を抑えたい方はレギオジェットがおすすめです。
通常の席も綺麗ですね。2時間程度の旅なので、特に気になるところはなさそうです。今回私はレギオジェットのビジネスクラスで向かいました。ビジネスクラスは個室ですが、4人1組の席なので、知らない人と相席になります。席も広く、荷物も上に置くことができました。正直気まずかったので、ビジネスクラスは選ばなくてもよかったなと思いました。お水は1本無料でもらえました。有料ですが、飲食物も販売しており、小腹が空いた時も便利ですね。私はオミオというアプリで検索して列車を予約しました。ヨーロッパの鉄道やバスなどはこのアプリで調べられるのでおすすめです。皆さんも時間帯や値段に合わせて鉄道を選んでみてください。ウィーンに到着しました。ウィーンとブダペストは距離が近いので日帰りでも観光ができると思います。こちらでブダペストも紹介しています。ウィーンを訪れた際はブダペストも観光の候補に入れてみてください。それでは観光スポットをご紹介していきたいと思います。ウィーンは歴史も古く、ハプスブルク家が600年以上も支配していたため、様々な文化の中心地となりました。見どころが多いので、主要スポットをご紹介していきたいと思います。ウィーンは街並みも綺麗なので、歩くだけでも楽しいですね。通りに無料の給水場や有料の体重計もあり、とてもユニークでした。夏の間は太陽もなかなか沈まず、22時ぐらいまで明るかったです。ウィーンの中心地を歩いていると、ペスト記念柱があります。ペストの犠牲者を追悼するために、17世紀後半に建造されました。場所はウィーンの中心部にあります。柱には三位一体を象徴する彫刻が施されています。こんな彫刻が突然街の通りに出てくるなんて、さすがウィーンですね。ペスト記念柱のすぐ近くにあるのがオーストリア国立図書館です。豪華な装飾の施された木製の書架に20万冊を超える古書が並べられています。ペスト記念柱から歩いて6分ほどですが、場所がホーフブルク宮殿の一部なので少しわかりにくいです。チケットは8ユーロでした。解説用のアプリもあり、ダウンロードすることで日本語の案内も聞くことができます。館内は素晴らしい装飾で圧巻ですね。絵画も描かれており、どれも素晴らしいです。まるで当時の世界に迷い込んだようです。ふんだんにあしらわれた金箔をはじめ、大理石、石材、金属などを用いた装飾、木製の書架は2022年に全面的に修復され、当時の輝きを取り戻しているそうです。奥行き80メートル、天井高30メートルの広さを持ち、その中央には巨大なドームが設けられています。宮廷画家ダニエル・グランによる色鮮やかな天井フレスコ画には、神格化された皇帝カール6世が描かれています。1723年に図書館の建設を命じた君主です。ドームの真下にある大理石の彫像もカール6世をかたどったものです。このほか16体の彫像があり、ハプスブルク家の君主や貴族の姿を表しています。ここには1501年から1850年までに出版された書物が20万冊以上並んでいます。特に貴重な蔵書は、およそ1万5000冊からなるサボイア公使オリゲンのコレクションと、宗教改革者、マルティン・ルターが記した文書が有名だそうです。本を手に取って見ることはできませんが、とても歴史を感じます。とても貴重な本が展示されています。
それぞれ直径1メートルを超える地球儀と天球儀もあり、どれも素晴らしいですね。空間が素晴らしく、何時間でも入れそうです。ぜひ皆さんも訪れてみてください。続いてはホーフブルク王宮です。640年にわたりハクスブルク家の政治中枢であり、居城であった宮殿で、主に冬の間利用されていたそうです。華麗なバロック様式のインテリア、皇帝が住んでいた部屋などを見ることができます。ウィーンの中心部にあり、先ほどのペスト記念柱から徒歩10分ほどです。宮殿は広く、現在は複数の博物館が入っています。先ほどご紹介した図書館をはじめ、オーストリア大統領公邸、オーストリア国立博物館、シシー博物館、アウグステイナー教会、アルベルティーナ美術館、王宮庭園、乗馬学校などがあります。外観だけでもとても美しいですね。中でもシシー博物館は見応えがありました。シシーの愛称で知られるオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の皇妃エリザベートについて詳しく紹介しています。チケットは宮廷銀食器コレクション、シシー博物館、皇帝の間の3つがセットになって18ユーロでした。日本語の音声ガイドもあり、とてもわかりやすかったです。館内は写真撮影禁止だと思っていたのですが、ブログによっては OK と書いてあったりするので、スタッフに聞いてみるといいかもしれません。簡単に館内を説明すると、エリザベート皇妃の私生活に焦点を当てています。バイエルン王国での屈託のない少女時代から、思いがけないオーストリア皇帝との婚約、そして1898年にジュネーブで暗殺されるまでの激動の生涯を紹介しています。ネットフリックスでエリザベートというドラマもあり、人気を博していますね。後ほどご紹介するシェーンブル宮殿では、夫のフランツ・ヨーゼフ視点から宮殿を紹介していました。ここはエリザベートの視点から紹介しており、違う視点で見れてとても勉強になりました。数奇な運命をたどったシシーの人生をぜひ体感してみてください。他にも皇帝が実際に過ごしていた部屋なども見れるので、かなり見応えがありました。シシー博物館の前にはスペイン式宮廷馬術学校があります。時間によっては無料で見学もできるようです。有料で講演も実施しているので、興味のある方はチケットを購入してみてください。こちらはオペラ座です。先ほどのホーフブルク王宮からほど近い場所にあります。1869年に完成したウィーン国立歌劇場は第二次世界大戦で戦火に見舞われましたが、1955年に再開館しました。以来、年間およそ300日に及ぶ公演を行い、最高水準の舞台芸術を披露しています。歌劇場収容人員は2280人で、オペラシーズンは9月から翌年6月までです。オペラシーズンの観客動員数は約60万人。衣装ストックも18万点に及ぶそうです。ブダペストの国立歌劇場のように見学ツアーも行われているそうなので、興味がある方は参加してみてください。私は今回時間がなかったので、中の見学は割愛しました。外観を見るだけでも相当綺麗ですね。街中を馬車に乗って見学することもできるようです。中心街にはいくつか馬車乗り場がありました。日本の人力車のようですね。土曜日は蚕の市が開催されています。ナッシュマルクトという市場に隣接して開催されています。400軒以上の露店が出店し、陶器や手工芸品、アクセサリー、古着、古本まで販売しています。今日はあいにくの雨でしたが、多くのお店が出店していました。品物が売り切れてしまうこともあるので、朝から訪れるのがおすすめです。掘り出し物があるかもしれないので、いろいろ露店を覗いてみてください。続いてはウィーン市庁舎と国会議事堂です。市庁舎と国会議事堂は近くにあるため、歩いて移動できます。
先ほどのホーフブルク王宮からも歩いて10分ほどです。1872年から1883年に建てられた市庁舎は、教会建築でないネオゴシック様式の建築です。約3000万個のレンガが建設に用いられました。クリスマスの時期は、広場でクリスマスマーケットも実施され、観光客でも賑わいます。国会議事堂は、1883年に完成し、年間で約280もの会議が開かれています。2018年から2022年にかけて大規模な改修と増築が行われました。まるでギリシャの神殿を思わす素晴らしい建物ですね。無料で見学ツアーも行っており、私も参加しました。事前予約した方がスムーズですが、当日でも空きがあれば参加できるようです。中の動画撮影はダメでしたが、写真撮影は可能でした。絵画はあまりありませんでしたが、ギリシャ神殿のような荘厳な雰囲気でした。国会議事堂の建築を担ったテオフィル・ハンセンは、古代ギリシャの民主主義の最初の形式にちなんで、ギリシャ古典主義のスタイルで設計しました。数多くの円柱、三角形の切妻、数えきれないほどの彫像が建築的特徴です。議場は改修工事を行ったということもあり、近代的な雰囲気でした。ガイドの方がついて説明してくれます。数カ国の言語に対応していましたが、日本語はありませんでした。私は英語ガイドにしましたが、半分くらいしか理解できませんでしたね。ハンガリーの国会議事堂でも紹介した葉巻置き場がありました。普段各国の要人が会議を行う場所に入れたので、とても刺激的でした。皆さんもぜひ訪れてみてください。続いてはウィーン軍事史博物館です。中心部からは少し離れた場所にあります。ホーフブルク王宮からは電車で20分ほどです。16世紀から20世紀までにわたり、オーストリアの軍事に関わる内容が展示されています。16世紀末、ハクスブルク帝国から1918年までの歴史と、帝国崩壊後から1945年までのオーストリアの運命を5部構成で展示しています。この建物は、1848年革命に衝撃を受けた皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が、市民の蜂起に備えて建てた兵器収蔵庫が起源だそうです。建物自体にも壁画があり、見応えがありますね。中には武具や当時の戦闘絵画などが飾られていました。日本語の音声ガイドもあり、じっくり見ることができます。迫力ある展示物が多いですね。当時の軍服も展示されていました。軍事技術の発展に伴い、武器、戦術、軍服までもが変わっていくのがよくわかります。そしてこの博物館で一番見応えのある展示が、サラエボ事件の展示です。1914年、サラエボを視察中のオーストリア皇太子が、セルビアの青年に暗殺されてしまいます。この事件をきっかけに、オーストリアがセルビアに宣戦布告。各国の同盟国も参戦し、第一次世界大戦が始まります。ここでは、事件当日にオーストリア皇太子が乗車していた車や遺品が展示されています。事件当日に乗車していた車は迫力があり、歴史を感じますね。この席で銃撃され、皇太子は亡くなりました。オーストリア皇太子夫妻の写真も飾ってありますね。こちらは皇太子が暗殺された日に着用していた洋服です。弾痕や血の跡があり、当時の事件の様子を鮮明に伝えてくれます。事件に使用されたピストルなども展示されていました。事件当時のルートなどもあり、詳細がよくわかります。歴史の教科書で習った事件の展示を目の前で見ると、迫力があり、いろんなことに思いを馳せることができます。
サラエボ事件の展示の後は、第一次世界大戦の展示が続きます。機関銃や大砲などが展示されており、迫力がありました。第一次世界大戦は、要陣営が塹壕と呼ばれる長い陣地を作り、そこで睨み合いながら何年も戦いました。当時の悲惨な様子がよくわかりますね。見応えもあり、戦争の悲惨さを今に伝えているので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは、美術史美術館です。貴重な美術作品を多く展示しています。中心部近くにあり、ホーフブルク王宮の目の前です。建物は皇帝家の所蔵となっていた膨大な収集品を展示するために、1872年から1891年にかけて建てられました。美術史美術館の入場料は1人21ユーロでした。中は荘厳な造りになっており、圧倒されてしまいます。階段を上ると、目の前にはテセウスとミノタウロスの巨大な彫刻がありました。上を見上げれば、ルネッサンス賛美の天井画があります。天井の彫刻も素晴らしいですね。かつての宮殿を美術館にしている場所も多いですが、ここは最初から美術品を展示するために建てられているので、建物自体が美術品のようです。正面にはクリプトが描いたエジプトの女神もありました。知らないと気づかない位置ですね。中にはカフェもあり、世界一美しいカフェと呼ばれているそうです。かなり人気で混雑していましたが、確かに美しいカフェですね。この美術館はかなり広く、全部丁寧に見ていたら1日かかってしまいます。そのため主要な絵画を中心にご紹介します。美術の教科書でも有名なバベルの塔です。ブリュゲールの作品で伝説の塔の建設現場を描いています。働いている人まで細かく描かれています。こちらもブリュゲールの作品で農民の婚礼です。緑の壁掛けの前にいるのが花嫁で、当時の婚礼の様子がわかります。フェルメールの代表作、絵画芸術の寓意です。フェルメールの代表作で、絵を描いているのはフェルメール自身です。他にも素晴らしい絵画がたくさん飾られていますが、数が多く、主要なものを見て回るだけでも2時間以上かかりました。ここは時間に余裕を持ってきた方がいいですね。他にも古代エジプトの展示もあり、ミイラの棺などが展示されていました。古代ギリシャ、ローマ時代の展示もされており、幅広い時代の美術品が置いてあります。どれも素晴らしいですね。私は主要なものを見て3時間ほどで回りましたが、かなり疲れましたね。音声ガイドもあり、聞きながらゆっくり回るなら、1日いるつもりで来た方がいいかもしれません。展示品はどれも素晴らしいので、ぜひ訪れてみてください。続いてはシュテファン大聖堂です。ウィーンのシンボルであり、同時に街の中心でもあります。ゴシック建築の建物は136メートルの高さがあり、オーストリアで一番高い教会です。シュテファン大聖堂の建築は12世紀に始まりましたが、内装は今日のバロック様式を得るまでに何世紀にもわたって改修が行われました。場所はウィーン中心部にあり、ペスト記念柱の近くです。343の階段を上がると塔の小部屋があり、ここからはウィーン市街のダイナミックな眺望を楽しめます。大聖堂の屋根には様々な色の瓦で、オーストリア・ハンガリー帝国の総統の和紙、
ウィーン市とオーストリアの紋章が描かれています。教会の塔としてはウルム大聖堂、ケルン大聖堂に次いで世界で3番目の高さがあります。教会は手前までは無料で見学が可能で、奥に入る場合、有料になっています。中も荘厳ですね。ここには皇帝フリードリヒ3世をはじめ、多くのハプスブルク家やウィーンの枢機卿、大司教の埋葬場所でもあるそうです。1679年にペストがヨーロッパ中に蔓延し、ウィーンでは約15万人が亡くなりました。地下室にはペストで亡くなった人々の約2000体の遺骨があるそうです。地下室は1日数回見学ツアーも行っているそうです。見れる場所によってチケット代も違うようです。ここから先が有料エリアです。お土産店もありますね。中心部にあり、訪れやすいので立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのはベルベデール宮殿です。中心部から少し離れており、ホーフブルク王宮からは電車で15分ほどです。オスマントルコとの戦いでウィーンを救った英雄プリンツ・オイゲンが建てた宮殿です。ベルベデーレはイタリア語で美しい眺望を意味します。1752年にハプスブルク家のマリア・テレジアに売却されました。ベルベデーレには多くの絵画や美術作品が展示されています。中でもグスタフ・クリムトの24点に及ぶ作品が有名です。特に接吻は世界的にも有名ですね。チケットは時間指定なので、事前に予約した方が好きな時間に訪れることができると思います。直前すぎると予約できないので注意してください。当日購入する場合は入場時間まで待つこともあります。料金は大人1人22ユーロです。庭園もその名の通り美しいので散歩してみるのもいいかもしれません。中も素晴らしいですね。ここはマリー・アントワネットがモーツァルトの御前演奏会を聴いた場所でもあり、ウィーン会議後の華やかな共演の場にもなりました。歴史上の人物が多く訪れています。絵画や美術品も多く、とてもユニークな展示もありました。それでは主要な絵画をご紹介します。ジャック・ルイ・ダビッド作のサン・ベルナール峠を越えるボナパルトです。教科書でも見る有名な絵画ですよね。サン・ベルナール峠を越えるボナパルトは全部で5枚あり、3枚がフランス、2枚がドイツとここオーストリアにあります。かなり大きく迫力があります。こちらが有名なクリプトの接吻です。1908年から1909年に制作されたものです。作品のモデルの2人はクリムト自身と恋人のエミーリエ・フレーゲだそうです。こちらはユディトです。旧約聖書外典をもとに右下にある男の首を切り落とした女の恍惚とした表情を描いています。接吻と並ぶクリムトの代表作の一つです。他にも多くのクリムト作品が展示されています。クリムト以外にも多くの有名画家の展示があります。シーレの法要、セガンティーニの悪しき母たちがあります。ぜひ有名な絵画に触れてみてください。ウィーンでは多くの音楽鑑賞会も実施しています。今回は2つの演奏会に参加したのでご紹介します。1つ目はウィーン少年合唱団の演奏会です。言わずと知れた有名な合唱団ですね。ウィーンで聴くには2つの方法があります。1つはブルクカペレ王宮礼拝堂で毎週日曜に開催されるミサに参加することです。無料と有料席がありますが、有料席でもミサがメインなので、場所によっては少年たちが見えない可能性があります。もう一つは金曜日に行われているムートと呼ばれる専用コンサートの演奏会に参加することです。今回私はこちらに参加しました。コンサート会場は中心部から少し離れており、
ホーフブルク王宮から電車で20分ほどです。会場は近代的な作りをしたコンサートホールです。音響などを考えて作られているので、ミサより綺麗な歌声を聞くことができると思います。値段はミサより高く、一番安い席で60ユーロ、高い席は100ユーロほどしました。演奏内容は撮影禁止ですが、会場の写真は撮れました。ピアノでメインの演奏を行いながら曲を披露してくれました。ほとんど知らない曲でしたが、美女と野獣などメジャーな曲も披露していました。コンサートホールの演奏会は実施期間が決まっているので、自身が訪れるタイミングで実施しているか確認してみてください。もう一つは、カールス教会で行われていたビバルディ式の演奏会です。カールス教会は、ホーフブルク王宮とベルベデーレ宮殿の間にある教会です。この教会で、ビバルディの式を演奏してくれます。チケットは事前に購入しましたが、料金ごとにエリアが分かれているだけなので、席は早い者勝ちでした。なので早めに行くことをお勧めします。教会はかなり荘厳な雰囲気で、こんな場所でクラシック演奏が聴けるなんて素晴らしいですね。教会が壁画や彫刻にあふれていて素晴らしかったです。ビバルディの四季は春、夏、秋、冬の4編あり、どれも有名なので一度は聞いたことがあると思います。ウィーンではこのような演奏会を毎晩、どこかしらの教会で実施しているので、ぜひ参加してみてください。演奏も終わり素晴らしかったです。なかなかクラシックコンサートに行く機会もないので、音楽の都ウィーンでぜひ堪能してみてください。観光の最後にご紹介するのは、シェーンブル宮殿です。シェーンブル宮殿は、中心地からは少し離れており、電車で30分ほどかかります。駅から城門までも少し歩くので注意が必要です。シェーンブル宮殿はオーストリアを代表する宮殿で、ハプスブルク家の夏の離宮として利用されていました。現在の姿は18世紀半ばに女帝マリア・テレジアの指示でニコラウス・パカス氏が拡張と改装を行ったものです。こちらが正門です。巨大な宮殿ですね。外観はバロック様式、内部はロココ様式です。1400室の部屋があり、現在そのうちの40室が公開されています。外観の気褐色はマリア・テレジアイエローと呼ばれています。宮殿の奥には広大な庭園も広がっています。チケットは当日でも購入できますが、ベルベデーレ宮殿同様、時間指定をして購入する必要があります。そのため、事前に時間指定をして購入することをお勧めします。見れる部屋数によって値段が違うようです。一番部屋が見れるチケットで32ユーロでした。当日券は最後に今購入したら入れる時間が表示されます。中にはギフトショップもあり、お土産を購入することもできます。アプリがあり、ダウンロードすると館内案内を聞くことができます。無料で日本語の音声ガイドも貸し出しているので、アプリはあってもなくてもどちらでも大丈夫だと思います。宮殿内はかなり広く、ヨーロッパ最大の温室パルメンハウスや現存する世界最古の動物園などもあります。時間になると入り口に進んでいき、音声ガイドを借りて館内を見学するスタイルでした。中は撮影禁止だったので、皆さんにお届けできないのが残念です。絢爛豪華な装飾でした。ここは先ほどご紹介した地震博物館と対比して、皇帝ヨーゼフ一世を中心に館内案内を行っていました。
6歳のモーツァルトが演奏した鏡の間も圧巻でしたね。奥には庭園が広がっており、季節によって綺麗な花々を見ることができます。一番奥の丘には休憩できるカフェもあるようです。ただ歩いて20分以上かかるそうなので、行く際は注意してください。庭園側から宮殿を見るとこんな感じでした。ベルサイユ宮殿と並ぶ絢爛豪華な宮殿なので、ぜひ訪れてみてください。それでは続いておすすめ飲食店をご紹介していきたいと思います。最初にご紹介するのはカフェザスハーです。ホテルザスハーの隣接しているカフェで、チョコレートケーキのザスハトルテの発祥のお店です。場所はウィーン国立歌劇場の近くにあります。かなり格式高いカフェなので、オフィスカジュアル程度の格好が望ましいと思います。15分ほど待ってから店内に入りました。観光客でも混み合うので、開店時間に合わせて訪れた方が並ばないと思います。ケーキセットで22ユーロ、有名なザスハトルテ単品でも 9.9 ユーロするので、結構高めですね。他にもケーキや飲み物類がいろいろありました。ウィーンはカフェ文化が浸透しており、多くのカフェがあります。ただ格式高いカフェも多いので、格好で入店拒否される場合もあります。なので、オフィスカジュアル程度の服装が1着あると便利だと思います。中は豪華な作りになっていて、少し萎縮してしまいました。店員さんを呼ぶときも、声や手を挙げて呼ぶのはあまり良くないらしいです。近くに来たら声をかける、もしくは目で合図するそうです。店員さんが近くにいないとなかなか大変ですね。こちらが有名なザスハトルテです。一度は食べてみたいケーキの一つですね。味は結構濃いめのチョコレートケーキで濃厚でした。カフェラテとよく合いそうです。ここでザスハトルテの誕生秘話をご紹介します。ウィーン会議を主催するなど世界的に影響力を持った宰相メッテルニヒ。彼が宮廷の厨房に自分と貴族のための特別なデザートを作るよう依頼したことから始まります。今夜私に恥をかかせることのないようにという念押しがあったものの、その日は厨房のシェフが病気になってしまいました。急遽当時16歳の下級料理人フランツ・ザスハーが代わりにシェフを担当することになりました。その時提供されたのがザスハトルテの原型だったとされています。当時ゲストに非常に好評でしたが、しばらくはそれ以上の進展はありませんでした。その後時は流れ、彼の息子エドワードが宮廷菓子店デメルで修行を積み、この間に今日の形のザスハトルテを完成させました。今ではウィーンの名物料理の一つになっています。このザスハトルテ、後々問題になるのですが、それは次のお店デメルでご紹介したいと思います。こちらがデメルです。場所はホーフブルク王宮のすぐ近くで、ザスハーからも歩いて10分ほどです。こちらはテラス席もあり、ウィーンの街並みを楽しめますね。店内は満席だったので、テラス席にしました。開店と同時でテラス席だったこともあり、ほとんど並ばずに入店できました。今日は天気も良かったので、気持ちがいいですね。ここもザスハトルテが有名なので、注文したいと思います。他にもデザート類が多く販売していました。テラス席はこんな感じで、一人で利用されているお客さんも多かったですね。私は飲み物でアインシュペナーを注文しました。熱いモカにホイップクリームを乗せたものです。ビナーアイスカフェも注文しました。こちらは冷たいモカにバニラアイスや生クリームを乗せています。どちらもウィーンの名物コーヒーです。こちらがデメルのザスハトルテです。見た目の違いは乗っているチョコレートぐらいですね。私は一緒にカイザーシュマーレンを注文しました。オーストリアの有名デザートでフレンチトーストのような料理です。
こちらもデメルの代表メニューだそうです。ドリンクはこれ一つでデザートのように甘かったですね。個人的にはこれとさらにケーキを食べるのは少し甘すぎました。ですが単体でも非常に美味しくおすすめの飲み物です。こちらのザスファトルテは先ほどよりさっぱりしていて食べやすい印象です。全然味が違うかと言われると微妙ですが、こちらの方が重くない印象です。どちらが好きかは好みな気がしますね。それではザスファトルテ誕生秘話の続きをお話しします。当初は門外不出とされたレシピでザスファーのみで提供されていましたが、1930年に経営難に陥りました。そのためデメルにザスファトルテの販売権を譲渡したのです。しかしその後商標をめぐる訴訟へと発展。1962年に裁判所から両店で販売を認めるがオリジナルを名乗れるのはザスファーという判決が下されました。先ほど上に載っているチョコレートの違いだけと言ったのですが、デメルのチョコにはエドワードによる正真正銘のザスファトルテと刻印されています。対するザスファーはカフェザスファーのザスファートルテと刻印されています。こんな争いがあったなんて面白いですよね。どちらも美味しいのでぜひ食べ比べてみてください。続いてはフィブルミュラーです。1905年創業のウィーンで人気なお店です。シュニッツェルというオーストリアの伝統料理が有名です。お店は混雑していて入店まで30分ほど待ちました。1日400人近くが訪れるらしいのでかなりの人気店です。店内は結構広めでした。老舗のお店ですがとても清潔感がありました。席の距離は少し近めでしたね。とりあえずおすすめのワインとお水を注文しました。料理やドリンクの種類も豊富ですね。値段も安くはないですが一般的なレストランの価格帯だと思います。注意が必要なのが本店と支店があることです。本店は予約のみ受け付けているので並んでも入ることができません。私は知らずに本店に並んでいたのですが途中店員さんに説明され支店に移動しました。場所は近くてよかったのですがここでも15分ほど待っていたので少し時間を無駄にしてしまいました。お店は事前に予約するか早めに本店に並びましょう。一緒にスープとポテトを注文しました。店員さんにシュニッツェルの付け合わせにとても合うよと言われて注文しました。そしてこちらがシュニッツェルです。かなり大きいですね。シュニッツェルはウィーン風のカツレツです。薄く叩いた子牛肉もしくは豚肉にパン粉をまぶしてじっくり焼き上げます。直径30センチメートルもあるので正直男性でも1人1枚食べるのはきついと思います。最初は美味しいのですが味も割とさっぱりしていてタレなどもないので後半飽きてきました。2人いても1枚で十分だと思います。料理はどれも美味しく老舗のお店だけありますね。店員さんも観光客に慣れているので入りやすい雰囲気だと思います。近くに来たら訪れてみてください。続いてウィーンの人気なお土産を紹介します。先ほどのデメルはカフェの他にお土産ショップも併設しています。ケーキなども販売していて美味しそうですね。可愛らしいお菓子がたくさん売っていますね。先ほどご紹介したカイザーシュマーレンも目の前で調理をしていました。デメルのお土産で有名なのが猫の舌というチョコレートです。ミルク、スイート、ヘーゼルナッツの3種類がありました。口の中で滑らかに溶けるチョコでお土産にも人気です。こちらはスミレの砂糖菓子です。シシーが愛したお菓子として有名です。茶菓子として食べたり紅茶に入れて香りなどを楽しみます。少し値段はお高めですね。他にもクッキー、チョコレートを販売していました。
続いてはゲルストナーです。ここは皇帝御用達のお菓子店だったので、シシーが食べていたスミレの砂糖菓子もこのお店が提供していたそうです。カフェもあり、お茶も楽しめるようですね。ケーキも販売しており、とても美味しそうです。どれにするか悩んでしまいますね。他にも王室御用達であるシュルンベルガーのスパークリングワインも購入できます。ロゼなども入った3本セットもあり、お土産にもいいですね。歴史あるお店で、見ているだけでもワクワクしてしまいますね。ぜひ皆さんも訪れてみてください。続いてはユリウスマイングです。少し高めのスーパーマーケットです。ウィーンの中心部にあるので、観光ついでに寄ることもできると思います。店内では紅茶、コーヒー、チョコレートなどが販売しています。他にもジャムやお菓子などを販売しているので、少し高めのお土産が欲しい場合にはおすすめですね。商品数は多いので立ち寄ってみてください。その他にはデンメアティーハウスの紅茶も人気です。日本にも支店がありますが、ウィーンが本店です。いろんなタイプの紅茶が売っているので、ぜひ購入してみてください。こちらはマンナーのウェハースです。かなり値段も安く、大勢に配るお土産におすすめですね。多くのお土産店でも販売していますが、シュテファン広場近くの店舗など専門店で購入した方が値段は安いです。全体的にお土産専門店のような場所は値段が高いので注意しましょう。ぜひおすすめのお土産を見つけてみてください。それでは最後に宿泊したホテルを簡単にご紹介します。今回はウィーンのインペリアルライディングスクールオートグラフコレクションに宿泊しました。マリオット系列のホテルです。中心部から電車で18分ほどなので少し離れていますね。少し郊外にあるため閑静な場所にありました。中は高級感のある造りでした。暖炉のようなインテリアもありますね。ウェルカムドリンクでお水とリンゴが置いてありました。ロビーは広々しており高級感がありますね。受付の数はそんなに多くなかったので15時頃は少し混み合うかもしれません。それではお部屋に向かいたいと思います。こちらがお部屋です。広々していますね。お菓子も置いてありました。私はマリオットボンボイのプラチナ会員なのでその特典によるものかもしれません。クローゼットも広々しておりアイロン台などもありました。洗面台はトイレとお風呂場が一体になっているタイプでした。コンパクトですがとても清潔感がありますね。お風呂場にはシャンプー、リンス、ボディーソープがありました。シャワーは上部と手持ちの2つがありますね。ドライヤーも結構風圧強めのものがありました。ケトルやコーヒーマシーンもあり便利ですね。お水はペットボトルで1本用意されていました。冷蔵庫も大きめなのでワインも4本ぐらい入りそうです。テレビも大きいですね。こちらではあまり見ないと思います。枕元にはコンセントがあり便利ですね。枕元ライトもあるので寝るときに助かります。部屋からの眺めはこんな感じでした。奥にロシア正教会の教会もあるようです。ソファーやテーブルも大きいので何か作業をする際に便利だと思います。今回はこちらに宿泊しながらウィーンを観光します。今回はポイントで宿泊したのですが4万ポイントほどでした。料金は1泊2万6000円ほどで朝食付きだと3万円ほどです。マリオットのプラチナ会員特典で無料で朝食がつきました。郊外にあるということもありポイント数も他に比べたらリーズナブルですね。このホテルは形が細長く部屋が奥に伸びています。なので奥の部屋の場合地味に歩きました。クリーニングなども頼めるようですが少し高めですね。
部屋の広さは十分でした。スーツケースも2つ広げられましたし、机も大きいので食事もしやすかったです。それでは今日はもう休みたいと思います。それでは最後に朝食を紹介したいと思います。朝食はビュッフェ形式でした。ハム、チーズの種類が多いですね。ジャムも数種類あり、蜂蜜は蜂の巣ごと置いてありました。とても高級感がありますね。グラノーラやフレークもあります。種類も多いですね。飲み物も結構種類が多いです。スイカジュースをはじめ、スムージーなどもありました。スムージーの内容は日によって変わるようです。チアシードとフルーツの入ったものや、カットフルーツ、ヨーグルトがありました。パンケーキ、スクランブルエッグ、ゆで卵、ベーコン、ソーセージ、豆のスープ、トマト、温野菜などがありました。パンも種類が多く、菓子パンなどもありますね。コーヒーも選べる種類が多かったです。紅茶も数種類ありました。朝食のレベルは高かったですね。どれも美味しそうな料理ばかりでした。蜂蜜が蜂の巣ごとあるのは、日本の朝食ビュッフェではなかなか見ないですね。以前、東京のパークハイアットを訪れた時に朝食で出ていた気がします。食感も良く、蜂蜜をより楽しめるのでおすすめです。私はチェックアウトの日、出発が早いため朝食が食べられないと伝えると、ランチボックスを用意してくれました。正直、内容はそんなに良くなかったですが、用意してくれると思っていなかったのでありがたかったですね。席はテラス席もあったので、天気の良い日は外で食べてもいいかもしれません。ホテルは全体的に綺麗で、接客も丁寧でした。少し中心部から離れていて、アクセスが悪い部分もありますが、リーズナブルに泊まれるのでおすすめです。ぜひ宿泊を検討してみてください。それでは、今回のウィーン観光、いかがだったでしょうか。観光名所が多く、歴史が詰まった街でした。3泊4日滞在しましたが、それでも回りきれませんでしたね。次回訪れる時はウィーン郊外にも足を伸ばしたいと思います。皆さんもぜひ旅行先の候補に入れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。